ボンジュール、フランスの宣伝部長マチルダです。住んでいるパリがすっかりクリスマスの雰囲気に変わってしまうと、どこか他の場所でもこの季節を感じたくなるんですよね。今年も選んだのはフランスでも特に人気のアルザス地方です。昨年はストラスブールを訪れて、その魅力を動画でお届けしました。1570年から続くフランス最古の伝統を持つクリスマスマーケットだけあって、迫力と規模はアルザス一番かもしれません。今訪れているのはリボーヴィレという小さな村です。ここは大規模なクリスマスマーケットはないんですけど、その分街全体がクリスマスの雰囲気に包まれて、歩くだけでも可愛らしいメルヘンな世界を感じることができる場所です。でもどうしてクリスマスになるとアルザスって多くの人が訪れるんでしょうね。他の地方のクリスマスマーケットにも行ってみて、アルザスの魅力が分かりました。その理由は、この土地のコロンバージュと呼ばれる木組みのカラフルな家がクリスマス装飾とぴったり合うんです。絵本の背景に描かれている景色が目の前に広がるんです。その中を歩き回る感覚になれるのが魅力的ですね。世界の子どもたちに見せてあげたい冬のフランスの景色の一つかな。それにこの地域は一つの村だけではなくって、周辺の村も一緒に回る楽しみがあります。お気に入りの村を探す旅、想像してみてください。ところでリボービレという名前は、この地域を統治していた貴族リボーピエール家に由来しています。この一族は12世紀から14世紀にかけて丘の上に建てられた3つの城を拠点にこの地域を統治していました。この村では他では見ない面白いシンボルを見かけます。それがこの笛吹き男の像です。ハーメルンの笛吹き男の話を思い出すかもしれませんが、あれはドイツの物語なんです。リボービレには少し違った温かい笛吹き男の物語がありました。この村にはアルザス地方で最も古くから伝わるフェット・デ・メネトリエという笛吹き男の祭りがあります。これは9月に行われ、14世紀の衣装をまとった人々が楽団とともにパレードをします。それはリボーピエール家の領主と音楽家たちの絆によって生まれたものでした。昔々、ある笛吹き男が楽器を失って困っていました。その時、リボーピエール家の領主がたまたま通りかかり、彼が再び演奏できるようにと楽器を手に入れる手助けをしてやったと言われています。この祭りは日頃からの領主への感謝の気持ちを表現するために始まったと言われています。600年以上も続いてきたこのお祭りと地名が変わらずに残っていることから、人に慕われるような人格者がこの村を統治していたのかなと思うのと同時に、村人たちもきっと温かい方々なんだろうと想像します。それとこの村にはコウノトリの里としての顔もあります。夏になると屋根にコウノトリが巣を作ることがあり、前回訪れたのは暖かい季節だったので、町のあちこちにコウノトリのぬいぐるみや置物が置かれ、まさにコウノトリの里のイメージが広がっていました。今回は寒さのためコウノトリは南の暖かい地域へ移動してしまい、街の雰囲気もクリスマスに変わりました。街によっては公衆トイレが見つけにくいので、レストランやカフェを利用しないといけない時もあるのですが、この地域のクリスマスでにぎわう村は無料の公衆トイレがあるので、パリよりも安心です。そのおかげで美味しそうなものを見つけたら買って歩きながら食べても大丈夫なんですよ。レストランにでも入ってゆっくり郷土料理のお店をご紹介できればいいんですけど、今日は4カ所回るので景色の撮影を優先したいと思います。ここではアルザス名物のシュークルトのソーセージが細かく切ってあるテイクアウトを見つけました。中身はキャベツとソーセージだけじゃんと思うかもしれないんですけど、お店によってはかなりこれ美味しいんです。美味しかったのでこのお店の手作りケーキも買ってみました。私個人的にはフランスケーキみたいに一個一個きれいに作られているものよりも、
このようにざっくりとした素朴なドイツ風ケーキが好みなんです。ブルーのジャムが入ったケーキで結構大きかったんですけど、ペロッと食べてしまいました。ちなみにクリスマスマーケットでかなりにぎわうコルマールやリュックビルは物価がちょっと高めですけど、ここはリーズナブルでした。実は村に着いた時から今日は何かイベントがあるのではないかという動きがあるんです。例えば消防隊の人たちが村の奥の方に進んでいったりとか、役所の前にはロープが張ってあって立ち入り禁止の場所を作っていたりとか、明らかに普通ではないんです。メイン通りをまっすぐ村の奥の方に進んでいくと、こっちに向かってくる集団が見えました。何かお祭りでもあるんでしょうか。どうも軍事パレードのようなんですけど、こんな可愛い村で軍隊を見るっていうのは、なんかさっきまでの絵本の中の雰囲気から急に歴史の教科書に飛び込んだ気分になりました。隣にいたおばあさんにこのパレードについて尋ねてみました。彼女はこの村の住人で、第二次世界大戦中の1944年12月3日、リボービルがアメリカ軍に解放された日を記念するパレードだと教えてくれました。今年はその解放からちょうど80周年にあたる特別な年です。フランスにおけるリベラション、つまり解放は占領下の不自由な生活からの解放、そして自由と平和を取り戻した日を意味します。他の地域よりも解放が遅れ、激しい戦いの舞台となっていたこの村では、住人たちは避難生活を送りながら不安を抱え、寒さの中で過ごしていました。そこにアメリカ軍が到着し、占領軍から村を救った瞬間は、やっと平和が戻ってくることを確信した記念すべき日です。フランスの歴史という大きな枠の中というよりは、この村に起こった身近な出来事、そんなリアルな現状を覗き見た気持ちになりました。パレードではアメリカの国旗やコカ・コーラの瓶など、アメリカの存在を示すアイテムが登場します。村の人たちはこれからも感謝の気持ちをパレードで伝え残していくことでしょう。ただのお祭りではなく、今自由であることへの感謝と、戦いを二度と繰り返してはいけないという思いを居合わせた人たちで共有する機会でもありました。さてパレードをじっくり見ていると、ふとここは本当にワイン畑に囲まれた田舎の村だったっけと思ってしまいました。1台や2台の戦車ならば観光向けのデモンストレーションかなと思うんですけど、これだけの数の戦車とか軍服を着た参加者が行進しているのを見ていると、まるで戦争映画の撮影現場みたいです。これだけ大掛かりな行事を作り上げてしまうなんて、スケール感と情熱には驚かされました。もしかしたらこの土地に代々住む人たちが昔から引き継いでいる思想とか考え方の中には、かつての領主だったリボーピエール家の影響が今もどこかに息づいているのかなと思うんです。その時代に築き上げた誇りとか自信、価値観を今でも引き継いで、それを未来につなげている、そんな印象を受けました。世界の小さな村では都会に仕事を求めて飛び出す若者が多いと思うんです。それで過疎化してしまう村が世界にはたくさんあることでしょう。この村は昔から続く産業を守り、戦後の復興を遂げても歴史を守り、昔ながらの魅力を守って、それが今価値に変わっています。暖かい季節に来た時は村中に花が咲き誇って、その手入れの丁寧さや美意識にも感心しました。それとこのパレードを見て、住人の方たちの団結力がしっかりしているなと思ったんです。それはいろんなお祭りでパレードを見ているのですけど、通常フランスのパレードって足並みがバラバラなことがよくあるんです。日本のようにきちんと
右左右左みたいに揃っている方が珍しいと思うんです。周りの人たちと合わせるっていうことを自然にできてしまう気質を持った人たちだからなのか、それともきちんとしたものを見せようという村の人たちの美意識から来ているものなのかはわからないんですけれど、とにかく集団美とか軍部の美しさ、そんなようなものをフランスで久しぶりに見た気がします。それにしてもこんな映画の撮影現場みたいな村初めて見たので、列の先頭の方を追っかけていってタイムスリップした村の様子を楽しみたいと思います。この村を訪れると、改革とは単に外見を変えることだけではなくて、歴史や文化を大切にしながらそれらに新しい価値を見出すことだと気づかされます。古い建物がそのままの姿で存在して地域の魅力として生かされている様子はそのことを証明していますよね。次回アルザスを訪れる際はこの村に泊まって住人の方々ともっと交流して、さらに深く村の魅力を感じたいなぁなんて思ってるんです。そこには自分らしく生きるヒントが隠されてる気がするんですよね。こんなにその土地に生きる人たちに興味を持ったことは今回初めてでした。気さくで温かくてお茶目な人が多いのかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。アルザス地方のクリスマスの雰囲気はいかがですか？まだお見せしていない素敵な村がありますので、また一緒に楽しみましょうね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。高評価とチャンネル登録ありがとうね。ここズンチャ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 よろしく。 Thank you.